はいどうも皆さんこんにちは、サーリーの河野玄斗です。今回はですね、僕がね今までどこでも話してこなかったんですけど、僕が司法試験を受験していた頃の話をしていこうと思います。なんで急にっていう風に思うかもしれませんが、実はですね、この度新しい書籍を出版します。イエイ。その本は資格試験のための最短最速勉強法速学のすすめっていうね、タイトルの本なんですけど、5月19日から講談社さんから発売となります。僕自身の3大難関国家資格をね受験しての経験をもとに、どういう風にしたら資格試験を最短最速で突破できるか、そのノウハウをねギュッと凝縮して全て詰め込みましたので、ぜひ気になる方は概要欄の方からチェックしてみてください。そもそも、玄って司法試験ってなんで受けようと思ったんやったっけ？まず俺は別に医者になりたくて東大理三に入ったわけじゃないんだよね。っていうのも、その東大って結構変わってて、最初大学 1,2 年のうちは理1で入ろうが理2で入ろうが理3で入ろうが、みんな教養学部っていう一つの学部で、同じような勉強っていうのをみんなするのね。で大学3年に上がるタイミングでその進学振り分け制度、通称進振りっていうのがあって、そこでそれぞれの学部を決めていくっていう、僕自身理三に入った時は、理三に入った後進振りで理学部じゃない学部に行こうっていう風に思って入ってて、だったら別に理1でも理2でもよかったんだけど、理三の方が家庭教師の時給が高いとか、社会的信用が高いとか、単純に医学部に入りたくなるかもしれないみたいな、そういう心変わりのね可能性もあったから、でも待てよと、どうせ医学部に行ける立場にあって、それは結構珍しいわけだから、それをなんか活かせないかなっていうふうに考えた時に、これ司法試験合格すれば医療の知識を持って、で弁護士の知識を持って、その2つを重ね合わせた、医療弁護士、例えばその医療ミスで泣き寝入りせざるを得ない患者さんだったり、あるいはやっかみをつけられてる病院側を守るとか、そういう弁護士になれるなっていうふうに思って、それで司法試験を受けようというふうに思いました。だから本当に弁護士になりたくて頑張ったわけ。正直ねめちゃめちゃしんどかったから、最初司法予備試験から受験したのね。その司法予備試験っていうのは、司法試験の受験資格を得るために、受けなきゃいけない試験で、司法試験は本当は法科大学院に進めば受験ができるんだけど、法科大学院に入らなくても司法予備試験に受かれば司法試験受けてもいいよみたいな、要は飛び級みたいな立ち位置にあるのが司法予備試験なわけよ。だから予備ってされてる割にめちゃめちゃ難しい。合格率も 4% だし、司法予備試験に合格した東大生の、翌年の司法試験の合格率は90何%っていうデータが出てるぐらい、もう予備試験受かっちゃえば油断さえしなければ司法試験に絶対受かるみたいな、それぐらいだから予備試験が一番の山場なんだよ。名前負けがすごい。そう、予備じゃない、もうなんていうの、スタールートみたいな、むしろそれに向けて8ヶ月間で合格しなきゃいけないっていう風になって、医学部のカリキュラムとの兼ね合いで病院実習と司法試験が被っちゃうと物理的に不可能になっちゃうから、合格が。だからその病院実習が始まる前に司法試験に受かんなきゃいけない、鬼畜スケジュールになっちゃったんだけど、ちゃんと戦略を立てなきゃいけなくて、まず予備試験って担当式試験と論文式試験と口述試験の3つに分かれてるのね。でそれぞれの合格率がだいたい 20%、20%、90% みたいな、全部合わせて、だいたい合格率 4% 弱みたいな感じなんだけど、やっぱり論文式試験が最後の山場、最大の山場なのね。その論文式試験までが8ヶ月だったんだけど、論文式試験をいかにして突破するかっていうのが最終合格の一番の鍵だったから、なるべく担当式試験を楽してパスしたかったんだよね。担当式試験っていうのは細かい知識がたくさん問われて広く浅くなのに対して、論文式試験は狭く深くっていう、結構性質が違うから、できればその担当式試験の、要はすごい細かい知識を覚えるよりかは、その時間を論文式試験の深い理解っていうところに時間を回したかったから、担当式試験手抜きたいな、でも言うて合格率 20% だし結構大変だよなっていう感じだったのよ。でそこですごいラッキーなことがあって、予備試験の担当式試験って、法律科目が6科目に加えて一般教養科目っていうのがあったのよ。それが法律の科目は1科目30点で6科目プラス一般教養科目が60点、結構比重が大きい。一般教養科目は40問択一式の問題が出題されて、でそのうち20問好きなもの選んでいいよ、
それめちゃめちゃ難しいのよ。その大学の数学とかすごい複雑な英文とか物理科学とかの問題とかっていうのが幅広く出題されて、そこからあなたが得意とする20問選んでくださいみたいな感じだったのね。はいはいはい。でも本当に難しいのよ、ちゃんと一問一問だから。これみんな間違えるっていうことなんだ。そう、平均点として20点とか30点取れればすごいみたいな試験で、なんかね57点とか取れちゃうって感じだったから、1問ミス2問ミスみたいな。俺教養あるから法律多少手抜いてもいけるやんって気づいたんだよね。溢れ出る教養によって救われたっていう節はある。これまで積み重ねてきた教養で、担当の番教養で点数無双すれば、その細かい法律の知識っていうのを覚えていかなくても、その論文式試験の勉強をしていく中で得たそれぞれの知識っていうところを使ってなんとか点数を取っていけば合格点は取れるだろうっていう見込みだった。それで担当式試験の比重っていうのを最小限に抑えて、論文式試験の対策っていうのをもうずっとしてたから、無事担当も一般教養のブーストもあって、蓋開けてみたらかなり余裕だったんだけどね。4、50点ぐらい差で余裕で受かって、自分の得点戦略っていうのを考えてゴールから逆算していくっていうのが大事だなっていうふうに思って、この大学っていうのはここの比重が重いから、比重重いところをまず点数取ろうとか、ここが山場になってくるなとか、ここはあんま差つかないなっていうのをちゃんと分析した上で、自分の能力に照らして得点戦略っていうのを考えていくっていうのは、どの資格試験にも通ずるものがあるなっていうふうに思ったね。っていうことが、本の中に書いてるっていうことでいいですかね。いろいろ書いてるし、司法試験以外にも医師国家試験とか公認会計試験の合格体験記みたいなことも書いてある。なるほど。それを読むとみんな資格試験が解きやすくなるというか。そうだね。合格体験記はあくまで最後の章にちょこっと書いてあるだけで、その前はノウハウみたいなこともたくさん書いてるから、それを読んで、こういう風に戦略立てていけばいいのかっていうのは分かるんじゃないかなとは思うね。ちなみに、その予備試験って大学受験でいうとどれぐらい難しかったの？もうこれ体感ね。これ個人差あるけど、東大医学部ぐらい難しいって感じだね。いやでもそれは俺は東大医学部割と楽勝だったから、受験1年前の時点でいや今受けても受かるなって思ってたから、心の底からそれぐらい心に余裕があって、で一方で司法予備試験は8ヶ月っていう鬼短プランでその合格しなきゃいけないっていう時間的制約があったから、しかもこれまで勉強してこなかった内容だし、その対比があっての同じぐらいって感じ。実際の難しさで言うと司法予備試験の方が体感難しく感じたけど、その条件慣らしたら同じぐらいなのかなっていう感じ。でも東大学部といえばなんだけど、実は俺の同期で司法予備試験を同じように目指してた人がいたんだよね。そう、理3で。だし、なんならその人の方が先に予備校に入ってて、俺が数ヶ月後ぐらいに後追いする形で予備校に入って、お互い受けるっていうのも知ってるし、じゃあ次の予備試験一緒に受かろうねみたいな感じだったのよ。進捗具合で言うと、その友達の方がずっと先に始めたから進んでて、わあ置いてかれてんな、やばいやばいっていう思いで、ちゃんと追いつかなきゃっていうのでガーッとすごいもう一日中勉強してたし、蓋開けてみたらどうなったかっていうと、その友達が申し込みを忘れて勝手にリタイアするっていう、勝手にライバル意識を持って、なんなら抜かしたろぐらいの気持ちで勉強頑張ってたら、気づいたらいなくなってたっていう僕が受かって、その友達はその翌年は別に受けなくて、今は某アニメ制作会社に入ってる。そうだからもともと別に医者になりたいっていうわけじゃなくて、そういう人もちょくちょくいるんだよね。なんか打ち込めるものについて、そう途中で数学科に移っていった人もいれば、研究者になるって言って医学の研究して別に医者自身をやってないって人もいれば、アニメ制作会社になる人もいれば、コード塾イズムを立ち上げた人もいるそう起業する人もね。その司法試験を受けるにあたって、医学部と両立だと思うんだけど、それに関してはどうですか？きつかったですか？いやきつかったよいや相当きつかったっていうか、本来無理なんだよね。っていうのも、その東大が特にきつくて、普通医学部って病院実習が始まる前4年間かけてしっかりと医学の勉強しましょうっていうのが一般的で、それでもめちゃくちゃきついってされてるじゃん、でも東大ってその最初の2年間は教養学部で医学じゃない勉強するから、
その他の大学でひいひい言いながら4年間かけて詰め込む勉強を東大は2年間で詰め込むんだよ。なるほど。だから大学3年の間は解剖学、生理学、薬理学とか、他の大学では1年かけてやるようなことを3学期中の1学期で、じゃあまず解剖学、生理学みたいな感じでガッガッガッって詰め込んで、激重試験が詰め込まれるって感じなんね。例えば生理学とかは十何問を4時間か5時間ぐらいかけて試験やって、それで一発で合格するか不合格かっていうのが決まるみたいな。違うわ、一発じゃない、激重レポートあったわ。そう卒論レベルの分量のレポートがまず提出して、それが試験の受験資格。それを提出して初めて4時間ぐらいの制限時間の全部記述式のそういう試験を受けられるようになる。でそれを合格して初めて1単位、これが生理学で、解剖学も同じように人体解剖の実習があるんだけど、すんごい、出席とか求められるし、でその上で覚えることもとんでもないわけよ。その神経とかすんごいもう細かい神経たくさんあるから、神経だけじゃなくて血管もあるし筋肉もあるしとか、もう組織が一つ一つに名前ついててどういう構造になっててっていうのも全部覚えなきゃいけないから、えぐいね。えぐいね。そうだからそれを全部完璧に鬼カリキュラムの中で全部詰め込んで、かつ司法試験もやるのは不可能なのよね。そう物理的に無理だから、俺はその優先順位をちゃんとつけて、自分が今やるべきことは何なのかっていうことを考えて、そうすると司法試験に今年受かるっていうのが最優先事項だなっていうふうに思いました。で一方で医学の方は別に後で勉強し直せるし、今は一旦単位をギリギリ取れればいいやっていうふうに思ったのね。だからどうやって手抜いたかというと、俺の友達にすごい真面目な人がいて試験のたびに過去問を十何年分印刷して、なんか分厚いファイルにして全部解いて過去問の傾向を分析してみたいな。うわ真面目だ。そう真面目でしょ。その人にちょっと過去問たくさん解いてるだろうから教えてほしいんだけどつって、何勉強すればいいって聞いて、そしたらその人がとりあえずこの単元についてはだいたい毎年出てるから、この部分だけ優先順位に勉強しておけばいいんじゃないみたいなアドバイスをたくさんもらって、ありがたいよねありがたいよね。それを愚直に遂行して、一夜漬けなりなんなりで詰め込んで、本当に全部ギリギリ通してたね、単位。もう助けられました両立っていうのは本来難しいのよ。てか無理なのよね。無理なものは無理だから、自分の中で優先順位つけるっていうのはすごい大事だね。例えばその部活と受験科の両立とかも、悩んでる人多いと思うけど、両立するというよりかは、どっちをどれぐらい手抜くかっていうのをちゃんと考えるっていうのが大事かなっていうふうに思いますね。深い。今自分がやるべきことっていうのは受験に向けて勉強することなのか、部活っていう青春を楽しむことなのかっていうのをちゃんと考え抜いたのであれば、どういう結論を出すのであれ、それはその人の人生だから別に正解不正解ないと思うけど、まずはその自分なりに考えるっていうことはすごい大事なのかなっていうふうに思いますね。戦略を立てるっていうね。でそんだけ頑張ったのに、なんで今弁護士になっていないのかみたいなところを聞いていいですか？それはしょっちゅう言われてるねよくあるよくある質問なんだけど、それはいろいろあって、まず俺が司法試験を受かったのが大学4年生の初めの頃で、そっから大学卒業するまでの間に、それこそ YouTube 始めたりとか、いろんなメディアに出させてもらったりとか、いろんな経験させてもらって、自分にしかできないことっていうところの幅もすごい広がったなっていうふうに感じてて、その YouTube とか、あとは教育事業とかっていうのをもうその大学を卒業する時点で始めちゃってて、司法試験受かった後弁護士になるためには司法修習っていうものに行かなきゃいけないよね。それが1年間あるんだけど、その司法修習期間って副業が禁止されてて、だから司法修習行く場合はその事業とか YouTube も含めて全部ストップしなきゃいけなかったわけよ。それはこのタイミングじゃないなって思って、司法修習って別にいつでも行けるわけよ。なんなら俺今年行こうと思えば別に行けるわけね。今こうたくさんの人に求められて応援されてて、たくさんコメントももらえてっていう中で司法修習行くんで一旦ストップしますっていうのはちょっと違うかなっていう判断の中で、結局は今やってないっていう。だから別に弁護士に今なろうと思えばいつでもなれるっていう。
けど今それをしなきゃいけないって感じてはいないからむしろ今自分がやりたいことっていうのが他にあって、持論としてはその資格試験って人の可能性を広げるためにあるものだと思ってて、資格試験を取ったらその道に進まなきゃいけないって逆にその可能性を狭めてるんじゃないかって思うんだよね。司法試験受かった人は、弁護士の道に進まなきゃいけないってことは決してないから、むしろ可能性が開かれた状態であれにもなれるこれにもなれる、じゃあ自分は何したいのかっていうことを本当に納得する形で考え抜いた上で決めていく、自分はこれしたいんだっていうのを決めていって、その都度その都度やりたいことをやっていくっていうのが人間の可能性っていうのが最大化されている状態だと思うから、それが理想な形なんじゃないかなって思ってて、だから僕は別に医師にもなれます、研修になればね、弁護士にもなれます、公認会計士にもなれます、で教育もできますっていう中で自分の進みたい道っていうのに進んでるっていう状態だから、自分の一番理想としている形を実現できてるんじゃないかなっていうふうに感じてます。素晴らしい。今河野塾イズムもすごいね拡大してますし、 YouTube もね最近投稿できてなかったけど、ここから投稿頻度どんどん上がっていくので、ぜひ楽しみにしててください。そして5月19日に講談社さんから発売される即学のすすめも絶賛 Amazon で予約販売してますので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。